岩盤の動かし方。まず岩盤を枯らして人工岩盤を設置します。設置している人工岩盤に貼り付けタイプのアイテム台を貼ります。ドアを入れます。ドアは多分何でもいいです。ターゲッターをつけます。ターゲッターもどこでもいいかな。するとターゲッターによってドアを中心に岩盤が動きます。中心がドアになるので、ドアの位置を見ながら動かしたい方向に動かしましょう。移動距離が物足りないと思ったら移動させたい側に貼り付けタイプのアイテム台を貼ってドアを入れます。そしてターゲッターを配置することでターゲッターの動力によってね、人工岩盤がこのように動いていくので、これで、岩盤を好きなように動かすことができます。ちなみに人工岩盤を動かすと、もともと枯れた岩盤があった場所には、新しい枯れた岩盤が発生するのでね、それを活用することで複数の岩盤を重ねることができます。覚えておいてください。仕様です。だって人工岩盤だよ。建築物だよ。建築物が動かないわけないもんね。これがターゲッターの正しい使い方です。とても健全なクラフトピア技術。とても健全です。人工岩盤作れる時点で、その鉱石って無限に取れるでしょう。だからもうね、何の問題もないんだよね、このバグ。人工岩盤作れるようになった時点で、これはもう、バランスには特に関与しないんで、プラチナまでなら店売りして、そう。ここじゃないんだよな、修正してほしいのは。別にバランスに何の影響も与えないところじゃなくて、もっと別のところに力を注いでほしいんでね。これはもう仕様でいいと思います。なんでベルコンで運べないんだよ。てか別にもう好きに置けてよくないっていう。だってそうじゃない？これで何のバランスが壊れんの？壊れないよね。バランス壊れねえもん。人工岩盤を置いた時点で同じだから。クラウトピアにはバグがないのでこれもバグではないね。そういうことです。これはバグじゃないです。こうやって大量の岩盤を重ねることでね、一箇所にね、集めることで掘削機も1個で良くなるんでね、とてもコスパがいいですね。100万だけど、掘削機がね、すげえ火力今高いから、長時間動かしてるとね、意外と枯れちゃうんだよね。なので、回復が追いつくように配置する必要があります。よし。習得物が、石、砂、鉄、金、ガチャ、完璧だね。完成したわ。完成です。全鉱石岩盤掘削施設。これはかなり革命が起きるんじゃないかな。僕が見つけた仕様じゃないけど、この虹色の岩盤を設置することで虹色の鉱石が排出される紙仕様となっております。緑物はレベル10前後の緑物交配所1つと、レベル1の緑物交配所が、大鍋の周りに4つ置くように配置されています。これはもう全部グリッド配置でやってます。グリッド配置で木の板に対して、この後ろの支える部分がこの配置になるように設置しています。シンナさんがね、もっとなんか圧縮できる配置を作ってたけど、あっちは4分の1床を使うんでね、めんどくさい人はこれでいいと思います。4分の1床を使わない置き方なら、まあこれかな。4つでほぼトントン、5つで確実に無限放置できるぐらいのバランスだったと思います。で、すべての緑物を1つの大鍋に落下させて、その回復がすべてこの岩盤に届くようになっています。掘削機の配置は4分の1床で、まあ2、3グリッド分ほど上にやって、できるだけこの掘削機のダメージが入らないようにしています。掘削機の火力がね、シームレスになって強くなってしまったので、その火力を抑えるために少し浮かせています。ちょうどこれぐらい浮かせている状態の掘削機1個と、
4つのレベル1緑物交配種の回復量が釣り合うぐらいのダメージですかね。で、あとは1箇所で、回収できるので、回収したやつを仕分けマシーンを使ってそれぞれ分離していけば、各鉱石が1箇所で回収できる施設が完成するということになります。まあここの分配の仕方は好みあると思うんでね、めっちゃ一直線に長くして横に並べてもいいし、立体にしてもいいし、ここは好みが出ると思います。で、この後、ローを使ってね、鉱石を焼いたり、いろいろ負荷が出てくると思うんだけど、ひとまずこの施設の最小単位がこんなところかな。この形になると思うんでね、まあ、参考にしてください。下の方はベルトコンベアあるのに、上にはないのが気になる。これモノリスの範囲の都合なので、気になる人はモノリスを広げてください。僕も収めたかったんだけど、ここだけなんでね。収まらなかったのここだけだったんで、でも妥協しました。実際にはこっちも収まってないんだけど、こっちはどうしようもなかったので、もう伸ばしました。